これがうまいんですよ。熱だけ入れて香り引き出す。全部クリームになってるの分かります？これ。どうも皆さん、リュウジです。ということで今回ですね、コラボ動画でございます。この動画では結構使われてるんですけども、こちらのハイミーでございます。はい、これはね、動画でね、一番使ってる旨味調味料というと味の素なんですけども、ハイミーもね結構使うんですよ。今までの動画だと新チャーハンとかね、30分でできるね、鶏醤油ラーメンとかやってたんですけども、味の素と何が違うのっていうと、やっぱりね、旨味がすごく強くて、入れた時にですね、旨味がもうまろやかになるんですよ。だから上品に仕上がるっていう点があるんですよ、ハイミーって。僕の感覚でですよ。今回はですね、このハイミーの力を最大限に生かした新ペペロンチーノでございます。ペペロンチーノっつったらね、僕は至高のペペロンチーノっていうのをやりまして、それがまあ相当再生されててですね、各方面からですね、物議を醸し出したっていう、フライパン一つで作る至高のペペロンチーノってのがあるんですけども、この動画からは僕 2,3 年経ってますんで、もうそろそろレベルアップしまして、至高を超えるペペロンチーノをですね、作ることになんと成功いたしました。今回は、ハイミーの旨味を最大限に生かした新ペペロンチーノやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。それでは材料です。ニンニクです。ペペロンチーノですので、ニンニク使います。で、僕はね、3かけ。だいたいね、12g から 15g ぐらいのニンニクを使いますね。あとは鷹の爪。僕はもう輪切りのを使っちゃいます。唐辛子のね、辛みが好きだっていう方は、1本で振られている鷹の爪を刻んで使っていただいてもいいんですけど、僕はもう輪切りでいっちゃいます。パスタなんですけども、今回 1.4mm。これは至高のペペロンチーノも同じだったんですけども、一つ注意事項がありまして、表面がツルツルのテフロンダイスのものを使ってください。だいたいスーパーに売ってる一般的なものは表面がツルツルなものだと思うんですけども、たまにね、表面がザラザラのブロンズダイス製法っていうものがあるんですけども、そのパスタだとこのペペロンチーノ剥きません。ドロドロになっちゃうんです。 100g ですね。ペペロンチーノはね、やっぱり油と絡める料理なので、細めの方が合います。 1.4mm の細めのパスタ、一番重要なのがこのハイミーですね。はい。本来はペペロンチーノって旨味使わないんですよ。その代わり油をたっぷり使って旨味を出すっていう手法なんですけども、僕は出汁を尊ぶ、旨味を尊ぶので、旨味をつけたペペロンチーノが一番美味しいと思ってます。これを言うとね、伝統的なペペロンチーノは美味しくないのかみたいな感じになるんですけど、僕個人的な意見としては旨味をつけた方が何倍もうまいです。今回は僕流の至高を超えるペペロンチーノ、ハイミーを使ってやっていきたいと思います。今回このハイミーとのコラボということでですね、じゃあハイミーってどういう部分がいいのっていう風に、言うとですね、そもそも僕がいつも使ってる味の素っていうのはグルタミン酸ナトリウムっていう成分が一番強いんですね。ハイミーはその他にですね、イノシン酸ナトリウム、グアニ酸ナトリウムっていう成分が味の素より強く配合されてるんですね。なので旨味の相乗効果がすごくついてるんです。僕も相乗効果を期待してですね、こちらのドリンクで相乗効果を狙っていきたいと思います。ということでこれいきます。相乗効果って言ったらこれでしょう。僕と、ハイボールの相乗効果すごいですからね。ハイボールを飲んで相乗効果を感じていきたいと思います。いただきます。これが旨味の相乗効果。やっていきたいと思います。ニンニクすりおろしにしていくために皮をむいていきます。はい、ヘタを取ってこうやって剥いていくと簡単なんで。でこいつをこのまま使うんじゃないですよ。おろしていく。至高のペペロンチーノの時はおろさずに刻んでやったんですね。おろしてやると何がいいかっていうと、ニンニクの香りがすごく強く出る。プラスですね、すりおろしたニンニクがクリーム状になって麺に絡むんですよ。だからすりおろす。ここがね、至高のペペロンチーノ全然違うところですね。で3かけです。おろしていきます。これがうまいんですよ。はい、結構入りますよね、これね。これでいいんです。オリーブオイル、エキストラバージンが非常に風味がいいのでエキストラバージン使ってください。でここに大さじ1杯のオリーブ入れて、鷹の爪も入れちゃっていいです。これで加熱することによって、鷹の爪から辛みが出ていきますね。でシュワシュワするまでちょっと強めの火でいいですよ。はい、ちょっとシュワ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 いってくるんで、シュワシュワいったら弱火でいいですよ。これ注意点なんですよ。細かければ細かいほど焦げやすくなるんですよ。温度が上がったら焦がさないようにします。熱だけ入れて香りを引き出す。これはね、弱火なんですよ。ですぐ縁が少しだけこうね、茶色くなってきますんで、そしたらね、もういいんですよ。水入れちゃいます。縁が少し焦げてきたら水、340cc でここに入れちゃいます。で強火にする。で
回はここにコンソメを入れてたんですよ。コンソメももちろん美味しいんですけども、やっぱりね、コンソメってビーフの香りとか野菜の香りとかいっぱい入ってるんで、ペペロンチーノ本来の香りとはちょっと違うものになるんですよ。あれはあれですごく美味しいんですけども、じゃあペペロンチーノとしてはどうなのっていうような感じもあったので、今回は香りを完全にペペロンチーノにします。前のね、ペペロンチーノの動画を見た方はおなじみかと思うんですけども、一応説明しておきます。このパスタは別茹でしないパスタです。このフライパン一つで完成させる。ズボラだからやってるわけじゃないんですよ。一つの鍋で煮た方がうまいからやってる。なんでかっていうと、パスタを煮るときに煮汁がね、濃く出るんで、煮汁がですね、麺に絡まって非常に美味しくなるんですよ。これはですね、僕がイタリアンレストランで働いてた時に、一つの鍋ずーっと茹でるんですよ、麺を。だから、すごく煮汁にパスタの小麦粉が溶け出して、とろっとしてるんです。それをペペロンチーノを使うから美味しかったんですね。そこをヒントにしてます。これを再現するのがこれなんですね。ここに、お塩。こちら3分の1。はい、入れます。ここにハイミなんですね。ハイミ。1、2、3、4、5振りです。少し混ぜましょう。はい。で、中火でいいので、ポコ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 、沸きました今ね。はい。で、パスタ入れます。で、パスタ入れるときは、ねじって、こうやってぐーっとしていくんですね。で、フライパンも、こういう小さいものの方がいいです。その方が茹でやすい。ね。2人前作りたい方は、もうちょっと大きいフライパンで、水の量とか、分量を増やしてください。こうやって煮ていくんですよ。で、これでちょっと強めの中火で煮ながら麺にお塩とハイミの旨味をずーっと入れていくって感じですね。どれぐらい煮詰まるか分かんないじゃないですか。途中途中カットしてもいいんだけど、何分経過何分経過みたいに入れた方がいい。5分茹での麺なんです。だいたいね、5分ちょい前ぐらいには水分が全てパスタに吸収されているのが望ましいんです。火力にすると強火と中火の間ぐらいでボコボコに煮ていくと非常に煮詰まりが良くなりますね。はい、じゃあ今ですね、4分が経過しました。残り1分でございます。はい。これシャバシャバがなくなってきたの分かりますか？はい。あとね、大体30秒ぐらいで、水分飛ばしていくんですけども、この時に、あと1分で仕上げたいんで、ちょっとね、火力強くします。こんな感じでございます。ほとんど煮汁がもう全部クリームになってるの分かりますこれで、ジャスト5分ですね。ちょっと味見をしてみます。お塩がもっと欲しい方はここで一つまみのお塩を入れていただいても構いません。僕ね少しだけ入れますね。はい、大さじ1杯。はい、最後に入れることによってオリーブの香りが立ちます。あえてほら見てください。ニンニクが全部溶け込んでるんですよ。これ究極のペペロンチーノ。じゃあこれをお皿に持っていきます。ほら見て、これもニンニクが全部絡まってるでしょ。フライパンについたこのソースもこれ極上のニンニクソースなんで、ほらこのソースですよ。このクリームソース乗せてパセリをパラパラで仕上げにね。世界で一番僕がね美味しいと思うシンプル完成。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。ちょっとねペペロンチーノなんでワインを用意しておきますんでいただきたいと思います。香りがもうやばい。口に入れた瞬間ハイビのうまみがパーッと広がってニンニクも麺一本一本にすっごく絡まってるんですよ。こんなうまいペペロンチーノどこにもないと思います。あ、白で合うなやばい、至高のペペロンチーノにうまい。うまい、とんでもないものを生み出してしまった。マジでうまい。やっぱりペペロンチーノの香りってこの唐辛子とニンニクの香りなんで、前まではねコンソメが入ってたんでそれはそれでもちろん美味しいんですよ。より本来のペペロンチーノに近い味わいになってるんですね。これはね香りがつかないやっぱりうまみ調味料のハイミーのおかげなんですよ。これハイミーの良さっていうのは純粋な足し算ができるところなんですね。うまみを加えるっていう。でも余計な香りをつけない。鰹だしとか顆粒だしとかどうしても香りがついちゃう。ハイミーは香りをつけずにうまみを足せるっていうのがマジで覚えておいてください。麺とニンニクと唐辛子の香りをシンプルに楽しむためにこのハイミーがあるんです。マジでうまい。でこれは至高のペペロンチーノのやってるんですけども、お醤油もうねほんと一滴でいいです。ペペロンチーノに醤油ってすごく合うんですよ。うまい。ハイミーでうまみがギュッと加わってるから本当に美味しいです。さします。
いやはい、いただきます。うまっ。うまいでしょ。ニンニクと唐辛子だけよね。ニンニクと唐辛子と塩とタイミこんなうまいのこれ。こんなうまい。やばい。これやばいでしょ。鰹節だとか昆布とかお肉とかも入ってなければさ、なんでこんなうまみついてんの。でもね、これね、すごいね、5振りしかしないのよ。ハイミー5振りでこれよ。やばいね。やっぱ味の素よりハイミーの方がやっぱうまみの成分として強いんだよね。うまみの相乗効果が強いっていう言い方のが正しいんだよね。グアニル酸とイノシン酸が味の素にも少し入ってる。ハイミーの方がそっちの比率が高いから相乗効果が強いんだよね。もうこれ単体でね、うまみの相乗効果ができてるんだよね。ものすごく。そう、ハイミーだけでうまみをつけたこのペペロンチーノ、香りも本場のペペロンチーノすごく近いし、ようやくたどり着いた。ようやくこのペペロンチーノにたどり着いた。これだけのためにハイミー買ってもいいと。これを味わうためにね、買っていいと思う。マジでもう絶対後悔させないもん。後悔させない。ハイミーやっぱこれ単体で強いから、俺も調べたけど煮込み料理とかそういうちょっとドロッとしたものとかにいいっていうね。そうだね。そうなんだけど、やっぱ煮込みのイメージが強いんだけど、ハイミー昔から使ってる人はペペロンチーノで5振り入れるだけでいいんだもん。クレーム俺が受け付ける。ごめんって言うから美味しくなかった。ということでちょっと興奮しちゃったけど、案件だけど本音ですから俺。ということでお願いします。